あなたは自分を好きだと言えますか？自分は他の人と同じように、いや、それ以上に素晴らしい人生を創造するに値するのだと信じられますか？自尊心。これはとても大切なものです。自尊心といっても、それは単なるプライドのことではなく、自分の人格や能力に幸せを感じる気持ちのこと。自尊心、つまり自分との関係がうまくいっていることは、人間関係、仕事、心の平和、幸福、成功など、人生のほとんどすべての局面に大きな影響があります。自分との関係がうまくいっている人は、自分の人生を自分で想像できると確信し、生まれつき持っている自分の価値に気づいているんです。ではなぜ、人は自尊心をなくしてしまうのでしょうか？誰しも皆、成長の過程で自分自身に負の感情を抱いてしまう体験をします。その経験があまりに多いと、心の中にある思いが信念として固まってしまうんです。私は自分で人生を歩いていけない弱虫。私は中途半端な人間。みんなより劣ってる。私は生まれつき欠点だらけ。でも実は、自尊心を取り戻すのはそんなに難しくはないんです。要は、自分に対する考え方を修正すればいいだけ。そのためには、自分の人生を想像できると確信して、生まれ持った自分の価値に目を向ける。そうすれば、間違った思い込みを取り去ることができるんです。自尊心を高められれば、あなたは自信を持ち、素敵な人間関係を築き、ポジティブな人間になれる。一番大きな変化は、自分に対する考え方、セリフイメージが変わること。あなたは一皮むけ、人間的に大きく成長し、今よりもはるかに幸せな自分に変身していることでしょう。まずは、できることから実践しましょう。あなたはもう、うまくいっています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、うまくいっている人の考え方という本をご紹介します。この本のテーマは、自尊心をどう高めるかということ。人生に大きな影響を与える自尊心を高めることで、人生が激変するというのです。著者のジェリー・ミンチントンは、長年にわたり経営者としてビジネスに携わるうちに、人が自尊心を高め、自らの価値を確信することが、人生における成功や幸福に直結するということに気づき、自尊心に関する研究を行い、多くの著書が出版されています。本書も20年以上読み継がれ、累計100万部を突破する大ベストセラーですし、以前本チャンネルでも紹介した心の持ち方も同様にベストセラーとなっています。自尊心を高める100の提案が詰まった本書は、自信を身につけ、毎日を楽しく過ごせるようになるための、いわばバイブルのようなもの。常に手元に置いて、いつでも読み返せるようにしておくのがおすすめです。しかも、いつでも誰でも持ち歩けるように、好みやフィーリングに合わせた、こんなにバラエティ豊かな想定が用意されているんですよ。長く読み継がれているからこそなのでしょうね。本動画では、100の提案のうちいくつかをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。あるがままの自分を受け入れる。もし〇〇をすれば〇〇なんだけどなぁ、という心の中の会話をすることはありませんか？例えば、もしこれをやめれば自分はいい人間なんだけどな。もし別のことを始めれば自分は成功できるんだけどな。もしこれを持っていれば自分は価値のある人間になれるんだけどな。このような願いは今の自分でいいんだという考え方を否定して、いつまでも自分を受け入れられなくなってしまい、自分はダメな人間だと感じ続けてしまう。実際にはあなたはあるがままのあなたでいいんです。無理に変わろうとする必要もない。個人的な特徴も関係なく、あなたは常に全ての面で完全に価値のある人間なんです。だからこれからは次のように自分に言い聞かせましょう。私は常に進歩している。私は現時点でのベストを尽くしている。将来、今より向上すれば、今度はその時点でのベストを尽くせばいいじゃないか。
自分は今のままで完全に価値がある。他人からどう評価されようと気にしない。私たちは周りの評価を気にしすぎるあまり、他人からのマイナスの評価をまともに受け止めてしまいがちです。自分の人格や行動、性格を他人が正しく評価できていると錯覚しているのです。でも、本当に他人が私たちを正確に評価していると思いますか？人は自分を基準にして他人を判断するもの。だから、自分に対する他人の評価は間違っていることの方が多いんです。あなたが今のあなたのようになったのはどうしてなのかを、これまでの環境や歴史、人生経験についてほとんど知らない赤の他人が到底理解できるはずがないんです。あなたに対する他人の評価は、そのほとんどが不正確だということを頭の片隅に置いておきましょう。他人があなたをどう評価しようと気にかける必要はないんです。他人からのマイナスの評価はかなり差し引いて考える。不平、不満を言わない。あなたは物事が思うようにいかないとき、自分自身に不平不満を言う癖がありますか？もしあるなら、その癖が自分にとってプラスになっていると感じたことが一度でもあるでしょうか？もちろん、自分に不平不満を言うのには、それなりの理由があるかもしれません。でも、この癖は、事態をますます悪化させるだけなんです。事態を好転させるための何かをしない限り、不平不満を言った分だけ、自分が一層惨めになって、どうしていつも私ばっかり、といった被害者意識が強くなるだけなんです。毎週一日を選んで、この悪い癖と向き合う日にしましょう。その日は、どんなことがあっても不平不満を口にしない。批判めいたことも一切口にしない。自分がマイナスの考え方をしていると気づいたときは、すぐに頭を切り替えて楽しいことを考える。これには少し練習が必要かもしれませんね。あなたがよく愚痴をこぼすタイプであれば、まず短時間の練習から始めるといいでしょう。たとえ少しの間だけでも否定的な考え方をやめる習慣が身につくと、自分の人生がいかに明るく快適になっていくかに驚くはずです。不幸を招く考え方を避ければ、より幸せになる。まず自分を褒める。他人から高く評価されることが最重要だと考えていても、そう簡単に評価されることはありません。そして他人からの評価を重視しすぎると、他人に感情的に支配されることにもなるんです。他人に高く評価されたいと願っていると、無視された時には落ち込んでしまいます。また、他人に褒められることを期待していると、責められた時にはショックを受けてしまう。単に自分が気分良くなりたいというだけであれば、他人から高く評価される必要はないんです。自分を高く評価するのは自分だけで十分。このことが理解できれば、他人に評価されようとして、必要以上に気を使う必要はもうなくなります。自分で自分を高く評価するのが一番だ。自分の考えを大切にする。相手が期待していることではなく、自分が本当に思っていることを言うようにしましょう。と言っても、相手の嫌がることや皮肉、悪口を積極的に言えというわけではありません。ここで言いたいのは、自分の意見は他人の意見と同じくらい重要だということ。相手が同じ意見かどうかは重要ではありません。自分の考えが世間の常識と違っていることもあるでしょう。でも、だからといって、自分の考えの重要性が減ることはないし、自分の意見を言う権利がなくなるわけでもありません。もしも、相手に気に入ってもらう、心地よくなってもらう、という目的だけで、私もそう思います、と言いそうになっても、そういう必要はありません。むしろそれは、不誠実な言葉なんです。自分の考えを曲げて相手に合わせる態度は、本当の友人を作ることにはつながらない。相手の意見に賛成できないなら、私はそうは思いません。と、はっきり言いましょう。自分の考えも他人の考えと同じぐらい重要だ。自分の存在そのものに価値があると信じる。自分の人間としての価値を、自分の業績、知性、財産と関係があると思っていませんか？もちろん、それは間違いです。
あなたが持っている能力や所有物は、あなたの人間としての重要性や価値とは全く関係ありません。あなたは人間としての価値を最大限に高めようと何か特別なことをする必要もありません。この世に生まれてきたその瞬間からあなたは価値のある存在なんです。別に特別なことをしなくてもあなたの人間としての将来の価値は不変です。能力や所有物は自分の価値とは関係ない。存在そのものに価値がある。自分の人生に起こることすべてに責任を取る。物事が自分の思い通りにいかない時ってありませんか？そんな時、それを運命や神様、あるいは他の人の責任にしてはいけません。自分の身に降りかかる出来事のほとんどは、自分が取った行動、もしくは自分が行動しなかったことに原因があるんです。このことに気づくと、あなたの人生と人間関係は大きく好転していきます。これはかなりの責任を自分が負う必要があるので、大変なことのように感じるかもしれません。でも、一旦この事実を受け入れると、今まで想像していた以上に自分の人生を自由に自分で想像できることに気づくはず。自分の人生に責任を持てば、自分の人生をより自由に想像できる。自分の個性を受け入れる。あなたは自分が世の中から浮いていると感じたことはないでしょうか？でも、そう感じても別に慌てる必要はありません。だって、あなたは他の誰とも違っていて当然だから。あなたは遺伝、経験、条件付けの独特な組み合わせでできていると言えます。その組み合わせは指紋のように唯一のもの。あなたと似ている人はいるかもしれないけれど、全く同じ人はいない。だから、あなたを完全に理解する人、理解できる人がいなくても不思議ではありません。あなたはこの地球上でとても個性的な存在なんです。その個性を発揮して独特な影響を世界の人々に与えているんです。自分では気づいていなくても、世の中に対して他の誰とも異なる独自の貢献をしているんです。気をつけてほしいのは、あなたが個性的な存在だからといって、他の人より優れている、劣っているということではないということ。地球上のすべての人が個性的な存在なんです。私はこの地球上に一人しかいない個性的な存在だ。今幸せだと気づいている。私たちは今この瞬間の幸せを楽しもうとしないで、何かの出来事が起こるまで幸せになることを延期する傾向があります。例えばこんな具合に、私は〇〇を得れば幸せになれる。私は〇〇を成し遂げれば幸せになれる。私は〇〇という状況になれば幸せになれる。言い換えると、新しい仕事や家、パートナー、車、地位、人間関係などを手に入れることを自分の幸せを決める条件にしてしまっているんです。でもこういう姿勢ではあまりうまくいかないんです。例えば、その目標が達成できなかったらどうなるでしょうか？その目標を諦めるか、新しい目標を設定するまで、あなたはずっと不幸なままになってしまいます。では、目標が非現実的なものだったらどうなるでしょうか？現実離れした期待を抱いたシナリオは実現せず、当然失望してしまうことになります。そもそも幸せを待つ必要はありますか？今この瞬間の幸せを楽しむことを妨げている要因があるとすると、それは何だと思いますか？それはあなた自身の心の持ち方なんです。目標の達成を幸せの基準にするのではなく、目標が達成できれば幸せだけれど、その目標達成に向かって進んでいる今も幸せなんだと考えるようにしましょう。幸せになるのを未来まで待つ必要はない。今、すでに幸せなのだ。本書を読むと本当に当てはまることばかりで、いかに自分が自尊心の低い生き方をしていたのだろうと思わされます。ですから、本書冒頭で自尊心を取り戻すのは難しくない。自分に対する考え方を修正すればいいだけと言っているのも、実際のところそんなに簡単ではないのだと思ったりします。自分の考えと他人の考えのバランスを取ることが求められる今の社会では特にそうです。でも、だからこそ
こういった本に意識的に目を通し、考え方を変えることを習慣づけていく必要があるのだと感じました。20年以上読み継がれ、ベストセラーになっているということは、自尊心の悩みを持つ方が多いということでもあります。おそらく、皆様にも当てはまる部分が多いかと思います。気になる方はぜひ、お手元に置いて読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。